この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日は気まぐれ添削褒めちぎり会です。ケイソさんの作品、ツイステッドワンダーランド、イデアシュラウド。先生の動画を参考に1時間でサムネを3つ描いてみようと試し、1つを選んで完成させたイラストです。動画実践されてるんですね。すごいです。ベッドで座ってゲームをしていたイデアくんがちょっと疲れたなとゴロンとしているところを想像して描きました。このイラストに20時間ほどかけたのですが、もっと早くもっといい絵に仕上げたい。でも自分ではどうすればいいのかわからないと思って添削を希望しました。添削してほしいポイントは、寝転がっている状態の燃えている髪の毛って一体どうなるんだろうと、いろいろな資料を見ながら考えて描いたのですが、先生だったらどのように描きますか？髪の毛を自然にランダムに描くのがすごく苦手なので気になっています。頭の部分の髪のコントラストを強めに描いたのですが、キャラクターの色とかけ離れてしまいすぎているかもと悩んでうまくできませんでした。その他、先生が気になる部分は全て添削していただきたいです。また、添削してほしいポイントというか質問なのですが、資料として自分の写真を撮った時、キャラクターと体格や髪型などがかけ離れすぎている時、どのようにイラストに落とし込めばいいでしょうか？お忙しいとは思いますが、よろしければよろしくお願いします。とのことです。気になるところを全部添削してほしいということなので、とてもストイックなその姿勢、素晴らしいんですが、ごめんなさい。この作品、完璧です。いや、どこに手を入れろって言うんですか、これ。ご本人が気にされている部分、僕はね、特に気になりませんでした。あとですね、時間的にもこの作品20時間ぐらいかけたということなんですが、この作品なら20時間ぐらいかかっていても、不思議ではないですね。そんなに無理して早く書き上げる必要はないと思います。いやー、ですね、かなり多くの作品が送られてきていて、順番に見ていってる中で、ケイソさんのこの作品を見た瞬間、ググってね、目が引きつけられて1分間ぐらい時間が止まってしまいました。1分ってね、もしかしたら短いって感じる人もいるかもしれませんが、いや、イラストにとってその1分はもう永遠に近い長さですね。いやだって皆さん考えてみてください。ツイッターをなんとなくスクロールしている時に、って1分止まっちゃうことってあります？ 1 分、10秒、20秒もおそらく止まることは少ないと思うんですが、1分はね、もう1年に数回程度じゃないですか。なのでこの1分はめちゃくちゃ価値が高くて、それだけ誰かの視線を止められるということは、例えば駅張りのポスターなんかで10秒とか20秒とか目を止めてもらうために、もう数百万円、数千万円とお金をかけて広告を出しているような世界ですよ。一人の人の視線を占有するっていうのは、それだけ価値が高いことです。で、少なくとも僕に対してはその1分、時間をビタッと止めるパワーがこの絵にはありました。そんな絵を作り出せたっていうことだけで、ケイソさんの絵力の高さが伺い知ることができます。もうね、本当に素晴らしいと思いました。もうね、冗談じゃなく、このまま駅張りのポスターなんかになっていても全く不思議ではないですね。でね、じゃあこの作品のどこが具体的に素晴らしいのか、一個一個紐解きながら解説していきたいと思うんですけど、まずですね、この作品をパッと見せられて、僕が最初に感じた感想。一言で言うと、可愛いです。おそらくね、ベッドの上に座って夢中になってゲームをしていたんでしょうね。でもあまりに集中しすぎて、ふと疲れちゃったことに気づいて、疲れたなってね、一瞬天井を見上げてつぶやいたその時の無防備な表情、その一瞬を捉えた作品だと思うんですけど、可愛いです。いや、一応言っとくんですけど、僕そういう趣味はないですからね。男性に対して可愛いとかね、別に思ったことないんですよ。でも、この作品を見て僕は正直そう思ってしまいました。で、これはなんでかって言ったら、多分ね、作者の感情なんですよ。おそらくケイソさんがこの作品を作るときに、これでもかっていうぐらい詰め込んだイデアくん可愛いっていうその強い思いが僕に流入してきて、それで僕がケイソさんに
可愛いって思わせられてしまったっていうことだと思うんです。これ本当にすごいことで、いやだって僕にもともとない感情を呼び起こされてしまったわけですからね。それだけでこの作品やばいことがわかるでしょ。で、じゃあなんで僕がそう思わせられてしまったのか。それにはね、ケイソさんの思いの強さと同時に技術的な裏付けもちゃんとあります。次は技術的なことについても触れていきながら解説していきますね。はい。じゃあまずですね、このキャラクターの部分を真っ黒く塗りつぶしていってみましょう。ドン。はい。このシルエット部分を真っ黒く塗りつぶしていくと、いろいろ見えてきますね。まずね、特徴的なのが、このキャラクターの部分のシルエットが大きな逆三角形になっているということです。はい。こんな感じのね、大きな逆三角形になっていますよね。でね、元の絵を見てびっくりした人もいると思うんですが、この絵、全くキャラクターに動きがないポーズなのにもかかわらず、なんとなく動きを感じてしまうような、そんな印象なかったですか？その原因が、この逆三角形構図にあります。ね、逆三角形にすることで動きのないポーズでも動きを付け加えられるという風にね、過去の動画でも解説しました。それをね、うまく取り入れた、この逆三角形構図を使われています。で、それに加えてですね、単調になりすぎないように、微妙な崩しによってリズムを作っているっていうのもとても効果的だと思います。例えばですね、この手のシルエット。手のシルエットは微妙に真ん中よりも左に寄せて、シンメトリックになりすぎないようにしつつですね、この真ん中を避けてますよね。こっち側にちょっとずらしてあります。あとはですね、髪の毛の流れもうまく利用されていて、ほら、左側に少し多く毛束を持ってきたり、あとは画面上側に流れるこの横髪ですね。こういうのをうまく利用して単調になりがちな画面に対して流れとかリズムを生み出しているんですね。でね、今紹介したこの部分がどれぐらい効果的なのかは逆にここを消してみるとわかると思うんです。ちょっとだけ失礼して解約してみますね。やってみます。ほら、どうでしょう。画面から流れとリズムが消えて、一気に単調な絵になっちゃったでしょ。でも今やったのってすごくちょっと絵を変えただけじゃないですか。これだけです。ちょっとずらしたり少し消したりしただけ。それだけでこれだけリズムが変化しちゃうんですよ。ケイソさんのちょっとした気遣いがどれだけ高い効果をもたらしているのか分かりやすい例ですね。で、さらにこの絵が素晴らしいのは、普通はですね、こんな真上から、しかも真正面から描いてしまうと、どうしても絵が平面的になってしまうんです。その状態で絵として見栄えをさせるのはかなり難しいはずなんですけど、でもこの絵はそう見えない。これなぜかというと、こんな描きにくい角度で描いているにもかかわらず、平面的に見えないための工夫が色々と施されているんですよ。一番わかりやすい例で言うと、このしましま柄ですね。この服自体はね、ゲームでもこの服を着ているから描いているっていう理由はもちろんあると思うんですが、もう一つ、この絵においてはすごく大きな役割を担っていて、それがキャラクターを立体的に見せる手助けになっているっていうことです。じゃあ、これもね、しましまの効果がどれだけ高いのか見るために、ごめんなさい。あえて、このしましま消しちゃいますね。はい、ドン。ほら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 、やばくないですか？いやね、影も消えたっていうのもあると思うんですが、それだけじゃないでしょ。これね、切り替えながら見てみるとわかると思うんですが、ケイソさんはただしましまを描いているわけじゃないんです。このね、しましまを利用して、こういうね、細かいシワの凹凸、こことかね、こことか、あとこういうシワとか、こういうシワを描くことによって、ここにね、こういう小さなシワ、細かいシワが入っているよっていうのを表現されているのがわかりますよね。ほら、こことかもそうですね。こことかも。こういう細かいシワを描くことによって、このシャツの薄さとかが表現できますし、なおかつ、この胴回りの厚みとか、あとはこの腕の細さとかをね、表現するためのこの回り込んだシワの部分。
これによってですね、イデア君がどのぐらいのボディの厚みをしているのかっていうのが、ほらほら見てください。もうね、手に取るようにわかりませんか？なんかね、このシワを見ているとちょっとやばいんですが、なんとなくこの胸のあたりとか肘から手首にかけてとか、スーって自分の手を滑らせたくなってくるでしょ？なりますよね。いや、もうね、このしましまだけでこれだけの色気を描き切っているケイソさんの画力の高さ、ただものじゃないっていう感じがします。悪魔的ですね。はい。ごめんなさい。ちょっとね、熱くなりすぎちゃったので、サクサクいきましょう。あとね、さらに立体的に見せる工夫は至るところにあって、例えば、このコントローラーの角度。これも絶妙で、きちっと下の面と正面が見えるように角度をつけて持っているところとか、あとね、影の描き方にも注目です。これですね、結構難しくてできないことの方が多いと思うんですが、影をつけるときって、キャラクターがいて、それに設置している地面に対して影が落ちているっていうのはまあ普通ですよね。でね、例えばですね、ここがポイントです。この肘の部分のこの影ですね。ここ。ほら、よく見てください。手首の影とか、あとは肩の影とか。ね、あとは手に落ちている影とか、あとは頭の影。ここはですね、体にピタッと設置して影が描かれているのに対して、肘の部分。ここはね、ちょっと体から離して描かれているでしょ？これによって、この肘は浮いているんだよっていうのを表現しているんですね。こっちの肘もそうです。この少ない処理だけで、この平面的に見えがちな画面に対して空間を発生させているってことです。そうやってみると、ね、この肘とシーツの間にスーって手が入っていきそうな感じがしますでしょ？でね、最後、まだ安心しないでください。最後のポイントが一つあります。結構ね、色数が少ないこの作品なんですが、絵が単調に見えないようにする隠し味がもう一つ紛れ込んでいます。僕はね、見逃しませんよ。いいですか？よく見てください。ここ！ほら、わかります？ここです。こことか、こことか、あとはこういう部分ですね。この影の際の部分。ここだけちょっとサイドが高くなっているのがお分かりいただけますでしょうか？どうでしょう？わかりますよね？これの効果ってものすごく高くて、これによってですね、色が単調にならないように見えているんですよ。その効果を確かめるために、これをね、顔周りの一部だけ試しに消してみますよ。はい。どうでしょう？もうね、生きてる感じがするのとしないの。もうこうやって比較するとすごくわかりやすくないですか？このちょっとした手数だけでキャラクターに血が通ったような印象を生み出すことができちゃうんです。いやー、すごくね、勉強になりますよね。はい。でですね、あえてこの作品を添削するならということなんですが、これはね、やるかどうかかなり迷いました。っていうのは、この作品もこの時点ですごくまとまっているんですよね。なので、ここから手を入れるっていうのはかなり打足になる可能性があるなって思うんですが、でもね、あえてやってみます。ですね、これはこの絵のいいところでもあるんですが、良くも悪くもすごくまとまっているっていうことが少し気になる部分ではあるんですね。違和感なくまとまりすぎてしまっているので、特に面白みというか意外性が少ないのが難点といえば難点かなっていうふうに思います。なのでちょっとこれはもしかしたら解釈違いってね言われてしまう危険性があるので、ちょっと勇気がいるんですが、この絵の一部分だけ変えてみますね。やってみます。はい。もうわかりましたよね。シーツの部分を畳にしてみました。さらに小物類も追加していきます。はい。どうでしょ
ゲーム中にこんな場所もこんなシーンもないと思うので、お前どこにいるんだよって思われるかもしれませんが、なんかね、このイデア君とこの畳のシチュエーション、僕はね、なんかすごく合いそうな感じがしちゃったんですよね。畳の和室でゆったりとゲームに勤しむイデア君。なんかね、ほっこりするような感じがするような気がしませんか？こんな感じでね、あえて絵の中に違和感というか、こういう食べ合わせ食べてみたことないけど意外といいかもみたいな、そういう違和感を持ち込んでも面白みをプラスすることができるかもしれません。もしね、そういった組み合わせ思いついたら今後試してみると面白いかもしれませんよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それとツイステッドワンダーランドのキャラクターの添削は過去に何度かやっていて、こちらはカリム・アルアジームくんの絵を添削した気まぐれ添削57、こちらはリリア・バンルージュ様の絵を添削した気まぐれ添削38です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。